京介氏、これを。なんだこれ。挙動不審の沙織に差し出されたのは数枚の写真だった。どれ、写っているものは沙織だ。それもぐるぐるメガネ消失バージョン。しかもメイド服のコスプレ中。沙織、これって落ち着け、落ち着くんだ沙織。どちらかといえばメガネをかけてる子の方が好みでも、お前の素顔はかなりヤバい。清楚なお嬢様丸出しでグッとくるもんがある。京介氏こそ落ち着くでござる。的確なツッコミを。つうかまだあるし。おお、2枚目、かなり有名な某アニメのキャラのコスプレだ。コスプレの完成度もさることながら、沙織の素顔の連続は目の保養じゃなくてかなり心臓に悪い。俺はつくづく思うぜ。メガネを外したら美人って設定を最初に作ったやつは偉大だってさ。だが俺はそれでもメガネの子の方がそして3枚目。つうか世間一般的に女子高生を前にしてその女子高生の水着姿の写真を眺める男ってどうよ。変態予備軍どころか訓練された変態だよね。俺だったら警察呼んじゃうよ。そり、これってまだ最後の1枚が残ってるでござる。最後の1枚、メイド服、アニメキャラのコスプレ、水着ときたらごくりと生唾を飲み込む音が鼓膜にこびりつく。最後に待ち構えるラスボスを前に武者震いが起きてきやがったが、だがここで引き下がったら男じゃねえ。これラストに待ち構えていたラスボスは予想の大気圏内を楽々と突破していった。なんか俺の開いてはいけない扉がノックされそうです。拙者頑張ったのです。それで超有名コスプレイヤーのようにプリンプリンって。頑張りどころを間違えてるよ。これでも足らぬとおっしゃるなら、かくなる上はマイクロビキニの鎧1個しか。わかったからお前の頑張りはよーくわかった。でもこれは嫁入り前の女の子がする格好じゃねえよ。それなのです。はあ、女を捨てれば晴れて拙者は自由の身になると、そう信じてこれを撮影しました。前半のコスプレは最後の1枚を撮るための前座でござる。そり沙織、おいどうした沙織、しっかりしろって。京介氏、あの方っていうのは婚約者のことだよな。今の沙織の壊れっぷりから見て間違いないとは思うけど。会って話したのか。はい、先日お茶会の席があって、それで京介氏のアドバイス通りオタクである拙者をアピールしました。それで結果は。あの方はやはりオタクは理解できないと頭を抱え、婚約の破棄を申し出てきたのか。いえ、オタクに毒されている拙者を憂えて、次の拙者の誕生日に結婚することが決まりました。いきなりか。どういうことだよそれ。いろいろ段階すっ飛ばしすぎだろ。あえてギャルゲーにして例えるなら、
一緒に帰るイベントもこなしていないのに、いきなり桜の木の下で告白しちゃった感じだ。沙織さんは社会の毒に侵されきってしまっている。ですがまだ若いからいくらでも更生の余地がある。私が更生して差し上げましょう。身も心もね。ということです。ただのエロ親父じゃねえか。なんかもうアダルト集しかしねえよ。やべえよそのおっさん。だけど今は婚約者について掘り下げてる場合じゃねえ。問題は沙織、それでお前はそいつになんて答えたんだ。京介氏。おう。京介氏は拙者とずっと友達でいてくれるでござるか。沙織？答えてくだされ。沙織の声震えてる。こいつ怖がってるのか。俺から拒否されるんじゃねえかって思って。答えてもらえませぬか。俺からの答え、そんなもん考える前から決まってる。もちろんだ。何があってもお前が俺や霧の黒猫のダチだってことは揺るぎねえよ。そうですか。ありがとうございます。これで決心がつきました。決心？それどういう？すみません、今は時間がありませんので。それではこれで。沙織は俺からの質問に答えることなく急ぎ足で行っちまった。追いかけようと思えば追いつけただろうよ。しかし沙織のまとった凛とした空気が俺にそれをさせなかった。俺にはわからないけど沙織なりの答えを見つけたらしい。きっとこれでよかったんだ。だがなぜか俺の胸中には漠然とした不安が広がりつつあった。秋葉原で沙織と会ってから早数日。あれから沙織とは音信不通になっている。携帯もダメ、チャットにもログインなし、 SNS への書き込みもなく、霧野たちとも連絡を取っていないようだ。打つ手のなくなった俺は鳴らない携帯を眺めてはぼーっと過ごす日々を送っていた。どうしたの？携帯とにらめっこなんかしちゃって。別に。まなみちゃんはすぐご近所でしょ。悩むくらいなら会いに行ってみたら。何をいきなり言い出すんだ。ああ、携帯見てたのを勘違いしたのか。だから俺とまなみはそういうんじゃねえって。はいはい、分かってますよ。なぜこのババアは俺とまなみが付き合っていると思い込んでるんだ。あいつとはそんな仲じゃねえって何度言ってもこんな感じだ。確かにまなみのことは好きだよ。でも色恋沙汰の好きって感情とは違う。それに俺にだって選ぶ権利はあるだろう。選ぶ権利か。なあ、もしもの話だ。自分の娘が嫁に行くとしたらどう思う？それも望んでいない形で。なーに？いきなり変なこと聞いて。いいからちょっと気になってさ。そうね、少なくとも私は霧野だったらそんなことにはならないって思ってる。自信たっぷりだな。あんただってそう思うでしょ？うん、おふくろの言う通りだ。霧野だったらそんなヘマは踏まないだろう。おふくろは自分の娘のことを信頼しているから胸を張って答えることができたんだ。それじゃお母さんは買い物に行ってくるから、あんたは留守番よろしくね。自分の娘か。そういや沙織の両親は今回の結婚のことどう思ってるんだろうな。沙織は両親のメンツのためって言ってたけど。その夜俺は帰宅した親父の前でこんな話をした。なあ、もしも
もしもの話だ。すごく性格のいい子がいるとしてさ、その子は両親のためだと思って親の言いなりになってるんだ。それで自分の人生を不意にしちまってるんだけど、もしそんな子が自分の子供だったら親父はどうする？それは霧野のことか。なわけねえだろ。例え話だってば。つうか俺すごく性格のいい子って言ったじゃねえか。親バカも大概にしろよこのクソ親父などとは恐ろしくて口が裂けても言えませんが。例えか。子供の不幸は親の責任だ。どういうこと？子供が成長するのはその子の勝手だ。だがその子の成長の指針となるのは親だ。子供は自分の一番身近にいる存在の背中を見て育つものだからな。一番身近にいる。ねえ、俺は沙織のことを思い出していた。マンションに一人で暮らしている沙織は一体誰が一番近くにいるのだろう。誰が今のあいつを支えているのか、誰があいつの指針となってやっているのか。俺は沙織のことを知っているつもりだったけど、全然全くこれっぽっちも知らなかった。でもだからこそ子を不幸にした親は自分を一生恨むことになるだろう。そういうものなのか？親というものは子供が思う以上に不器用なものだ。親父は新聞に目を落とし、それっきり何も言わなかった。ベッドの中、俺は親父の言葉を思い出していた。子供の不幸は親の責任。親は子供が思う以上に不器用。沙織の両親はどうなんだ？娘が望まぬ結婚をしようとして何も思わないのだろうか。何気なく携帯を見てもいつもの待ち受けが表示されているだけ。着信もメール受信を知らせるランプもついちゃいね。浮かんだ疑問を解決する手段は今の俺にはなかった。よし、靴紐をしっかりと結び、横に置いておいたオタクグッズを抱える。無論沙織から預かったオタクグッズだ。それじゃ行くとしますかね。沙織と最後に会ってから1週間が経った。この1週間沙織とは音信不通状態が続いた。メールを送ろうが電話をしようがしかと綾瀬の着去に匹敵するダメージが思春期な俺のデリケートな心を蝕んだ。ありがとうございます。これで決心がつきました。あれからずっと気になっていた沙織の決心とやら、そろそろお伺いさせてもらいましょうかね。じゃ行ってきまーす。京介氏。うおーって沙織、どうしてここに？つかちょうどお前に会いに行こうとしてたんだけど。急にやってきたりして本当に申し訳ありません。けじめをつけようと思いましてお別れを言いに来たでござる。お別れ？冗談だろ？いきなり別れとか言われてもわけわかんねえよ。マジもマジ大真面目でござる。そんなマジは認めねえぞ。京介氏ならそう言ってくださると思いましたぞ。事の顛末をきちんとご説明いたします。キリリン氏も一緒に少しお時間をいただけないでしょうか。はあ？何それ？お見合い？婚約者？一言も聞いてない。しかも何そいつ、ぐるぐるメガネがオタクだってことが許せなくて自分が更生させる？ただのロリコンのくせに何様のつもりだっつうの。今回ばかりは俺もキリノの言葉に全面同意だ。キリリン氏、どうか落ち着いてくだされ。落ち着いてられるわけないっしょ。つかなんであんたは落ち着いてられんの？これってあんたの問題じゃん。
拙者はもう決心しましたから。沙織。なあ沙織、前にも聞いたけど、その決心ってどういう意味だ？決心は決心でござる。あの方は京介氏やキリリン氏、黒猫氏のことを沙織をオタクの道にたぶらかした悪い友人だと思い込んでいるでござる。拙者のことだけならともかく、大切な友人をそのように誤解されるのは勘弁なりませぬ。だったらなんで？あの方は大変発言力のある方でござる。昨今問題になった二次元の規制についてまた問題提起するとまで意気込んでおりました。もちろん彼一人の声でどうにかなる問題ではござらん。しかし世間からの注目は逃れられないでしょう。拙者が事の発端となって大好きなアニメやゲームが糾弾されるのは見ていられません。皆さんとつながりを持つきっかけになった大切なものですから。沙織、皆さんに迷惑をかけるわけには参りません。ですからこれ以上迷惑が及ぶ前に皆さんとのご縁をここで断ち切らせていただきます。なんだよそれ。俺たち友達が大切だから友達のために友達を辞めるってことか？それってすげえ本末転倒だぞ。自分で何言ってるか分かってんのか？もちろん考えた末の決断でござる。拙者さえいなければ丸く収まる話。拙者が全ての迷惑の根源なのでござる。まったくマジ迷惑の話。霧の？お前何言って。だってそうでしょ。お見合いのこととか隠しておいて勝手に話が広がって挙句の果てに二次元規制。正直迷惑極まりないんですけど。申し訳ありません。謝ればそれで済むと思ってんの？おい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 、霧野のやついくらなんでも言い過ぎじゃねえか？霧野！